今週の出雲ラボは ESP32 カムで作ったカメラローバーをちょっと改良。出雲のお家の床下を探検してみました。今まで見たことのないお家の床下はどんな場所なのか。低予算 POV 映画みたいな。画面の奥には一体何が現れるのか。ぜひ最後まで見ていってください。こんにちはったらこんにちは。出雲です。というわけでですね、前回のカメラローバーをちょっと設計変更しまして、少し使い勝手が良くなったのでお仕事させてみました。床下の確認です。長いこと住んでるお家ですが、自分家の床下って見たことなくないですか？いつも過ごしているリビングの下にはどんな世界が広がっているのか、ちょっと覗いてみましょう。で、先に設計変更のお話からします。それではカメラローバーの設計変更箇所をちょこっと説明していきます。まずは操作画面。照明用 COB の操作をこっちに持ってきました。あと、スピードの範囲は128から256にしました。下半分使わないんでね。合わせてトリムの範囲もプラマイ16にしました。あとですね、ここに設定数値が表示されるようになりました。地味に便利です。ライトをつけて走らせると画面にノイズが乗ってたので、キャップを増やしたり、EDLC をつけたりしてみたのですが、あんまり効果はなくて、電圧下がるのが問題かなと思って、5V の小圧 DC-DC を追加しました。この 5V は ESP32 カムにだけ供給して、モーターと COB は抜直です。抜直というのは、バッテリーに直接つなぐという電源業界用語でした。5V 小圧 DC-DC に 5V 以上突っ込んで大丈夫かとかあるので、あんまり真似しない方がいいかも。一応回路とデータシート見た感じだと、小圧の必要なければスイッチングしないだけかなと思うので、大丈夫かなとは思うのですが、この話はまたこの後しますね。ともかくですね、これが効果ありました。後で見ていただきますが、画面のノイズ、ほぼ見えなくなっています。これがその 5V 小圧 DC-DC、ME2108 という IC が使われていました。小圧 DC-DC 基本原理の例題に出てきそうなシンプル回路で、データシートによればパルス変調方式らしいです。パルス変調方式というのは、電圧下がったら小圧動作をするという方式。回路はこんな感じになってて、出力電圧が目標電圧より下がっちゃうと、この MOS をスイッチングして電荷を注入する感じ。ギューってしてパッと離すんで小圧できます。何言ってるかわかんないですよね。この方式は負荷によってスイッチング周波数変わっちゃうのが難点で、負荷軽い時はコイルからジーって音が聞こえたりします。これ本来は 3V とかから 5V 作るのに使う回路なんですが、入力が目標電圧超えてるとスイッチングしないだけのはず。もちろん出力電圧が 5V 超える可能性はあるので、それが許容できる場合は OK としました。ESP30 にはこの後ろにさらに LDO 入るんでね、まあいいでしょう。この辺は DIY なので自己責任でお願いします。最後は本体。バッテリーとモータードライバーを少し前にずらして、重心をちょっとでも前にしてグリップを上げようと無駄な努力をしました。効果はお察しです。5V の DC-DC は基板に乗せました。ここですね。この上に ESP32 カムが乗ります。はい。変更箇所の説明は以上になります。操作画面の変更点を動かしながらちょっとだけ。ストリームのスイッチの位置は変わってません。LED の操作系はこっちに持ってきました。
邪魔なのは閉じて、ここに設定値が表示されるようになりました。トリムも表示してます。両方とも設定範囲を狭めて使いやすくしました。こういう細かいところで使い勝手が結構変わってきます。ではいよいよ床下の探検に出発しましょう。いざ床下探検。手の届かないところでスタックすると泣くのでね、紐をつけてます。1階の床下ですが、PC は2階なので上から操作。画面真っ暗なのでライトつけます。見えてきました。雰囲気ありますね。恐る恐る前進。ちょっとした凸凹でまっすぐ動かないんですよ。やっぱりキャタピラにすればよかった。スロットルと方向キーを駆使してなんとか前に進みます。見ていただけるとわかりますが、画面にノイズ乗らなくなりました。こんな感じ。一応 DC/DC は効果があったみたいです。あ、これ、水道のパイプですね。もう10年以上経ってると思いますが、全然綺麗です。振り返って、あっちは台所の排水パイプですね。こっちも綺麗なものです。狭いところを抜けて、さらに奥へと進みます。ドア使えるのおかげで映像が随分綺麗になりました。あの画面にノイズが走る感じもホラー映画っぽくて良かったんですけどね。ホラー映画といえば、この奥が暗い画面って映画のブレアウィッチプロジェクトを思い出しませんか？低予算 POV 映画の走りで全編手持ちのビデオカメラで撮られていて、映像の粗さがちょうどこんな感じです。もう20年以上前の映画なので知らない人も多いですかね。最後の地下室のシーンがね、ちょうどこんな感じ。ほんとそっくり。ここに変なシンボルとかが書かれたりしたら、ほんと怖いですよね。大丈夫です。何もありませんでした。いやでもほんと、ホラー映画なんですが。この辺で前に進めなくなっちゃって紐が引っかかっちゃったみたいです。うまく引っかかりが取れなかったので進路を変えました。あっちの奥を目指してみます。もうなんかいかにもな感じの暗がりが見えます。絶対入っちゃダメなやつです。幸いというか、あいにくというか、微妙な段差があって、とても越えられそうもないので、ここで断念。撤退です。そもそも戻れるかどうかめっちゃ不安でした。あ、ここで紐が引っかかってますね。さっきの隙間を抜けられるかな？結構はしょってますけど、かなりジタバタやって、なんとか抜けて、入り口を目指します。やっと帰ってきました。割と冒険でした。というわけで、自宅ローバーで床下探検してみました。UV ライトのおかげで割とはっきり見えるし、あの荒い映像もなかなか雰囲気あってよかったですよね。マジで映画の小道具に使えそう。ただ、操作性にはいろいろ問題あり、やっぱりキャタピラにしたいところですよね。いつか挑戦してみたいと思います。ではでは、ここまでご視聴ありがとうございました。よかったなぁと思っていただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録、
よろしくお願いします。次はですね、ちょっと古い G-SHOCK のメンテというか、レストアやったので、この様子をお届けする予定。ではまた次の動画でお会いしましょう。